私の名前はミカ。ブルーマウンテン人よ。好きなものは漫画、小説、ゲーム。たまにエクササイズもするわ。ベッドの上でできる腹筋とか瞑想とかね。時間があるときは料理の研究もしているの。これまでもカップ麺が柔らかくなるまでの最短時間とか、一袋のポテトチップスで一日空腹をしのぐ方法なんかを発見してきたわ。お察しの通り、私は引きこもり。いや、役立たずと言った方がふさわしいかしら。ネット番組で報道されるエリートドライバーたちを眺めて、自分が人から尊敬される英雄ドライバーになったら、なんて、妄想するだけの夢見がちな自称隊員よ。ドライバーの才能もない自堕落な役立たず。お先真っ暗の妄想家。何も成し遂げられない引きこもり。これが私の自己評価。でも、他の引きこもりと比べたら、私はちょっとだけ特別だと思っているの。そのちょっとだけ特別も、大半は妄想で、変なプライドが勝手に言ってるだけなんでしょうけど。それでも私はこの、先の見えない人生を変えたいの。だから、たとえ遅すぎたとしても、残り少ない勇気を振り絞って、デリバリーを受け取るときしか開けなかったあのドアを開けたのよ。脳内で何度予行演習した、普通の人間の世界に、震える足で踏み出したの。どんな困難があっても恐れない。どんな嫌がらせにあっても引き下がらない。たとえ他人の目には英雄に見えなくても、私は私自身の英雄になるんだから。いらっしゃいませ。お客様。私のことはフレックと呼んで。え、なんで急に自己紹介？知らない店員に自分の名前を言う人なんているの？これが今流行りの社交スタイルなの。フレックさん。これはロンリーフィッシュ。ブルーマウンテン特有の魚で、普段は人間が近づけない深海に住んでるんだ。運よく私が釣り上げた。魚にとっては運が悪かったでしょうね。でもお客様、なんで水に入れないでカウンターに直接置くんですか？別に責めてるわけじゃありません。汚れたら後で掃除します。今日は客も少なそうですし。普通に考えたら魚は水の中じゃないと呼吸できないですよね。ほら、魚の知識がなくても見れば苦しそうなのはわかりますし、死にたくなるほど辛いのに自分の力ではどうにもならない現実。なんて悲しいの。この魚はまるで私の人生の写し鏡みたい。見ているだけで私まで息が苦しく。助け。大丈夫かい？まずはこの子を助けてあげて。こいつを助けられるのはあなただけだ。私が？これはあなたへのチップ代わりさ。今からあなたがこいつの主人だ。倉庫に開いてる金魚鉢はあるけど、それで本当にいいんですか？これ海の魚ですよね。水道水に塩を入れたくらいじゃ海水の代わりにはなりませんよね。普通この魚は深海から離れた時点で長くは生きられない。でも私にはある試薬があるんだ。魚の表面に一時的に高圧の水分子膜を形成して深海の環境を再現し、空気中から酸素も取り込めるようになるというね。もちろん実験段階の代物だから欠点もある。効果時間が割と短くて最長24時間で塗り直さなきゃならない。エラ部分に触れてもダメだ。窒息させる危険がある。何を言っているのか全くわからない。でも
からこそ確信した。早くこの客を追い出さないと私が先に窒息死する。お客様。おや、その顔、まるで私を追い出したいみたいだね。バレてる。違います。そんなつもりじゃありません。というか一つ聞きたいんですけど、さっき言ったチップってのはどういう意味なんですか？チップの代わりに3つ質問に答えてほしい。質問に？ 3つ聞いたら出ていく。いいですよ。でもプライバシーに関わる質問には答えられません。安心して、私は変態紳士じゃない。最初の質問は、今日はご飯食べた？そんな日常会話でいいの？変な感じはするけど、それくらいなら答えられるわ。お昼ご飯ですか？まだです。今日はバイト初日で緊張してて、あまり食欲がなくて。まあ普段から小食だから平気です。そう。じゃあ2つ目の質問。新しく就任したブルーマウンテン支部長について何か知ってることはある？話が急に飛んだ。さっきまでご近所トークみたいだったのに急に取り調べみたいに。でももしかしてこの客、ミヤのことを探りに来たの？また始まった。ここはよくデモがあるの？よくじゃないですけど最近は多いです。アカシアグループとミヤに反対して。ミヤ？新しく就任したブルーマウンテン支部長です。やっぱりあなたに聞いて正解だった。で、そのブルーマウンテン支部長はどんな人？やっぱり狙いはミヤか。どうする？ごまかす？私も正直よくわからないです。よくわからないですが、1週間前、彼女は突然就任を宣言しました。誰も準備ができていない状況で。それは確かに妙だね。妙？私の知る限り、支部長になるには必ず本部長からの直接の任命が必要なんだ。それに推薦、選挙、公示といった形式的なプロセスを経る必要もある。そんな勝手に支部長を名乗ったんじゃ、アイギスの高官たちはおろか、ドライバーだって簡単には受け入れられないはずだ。お客様、ブルーマウンテンの人じゃないですね。そんなにわかりやすいかな？見た目や服装、話し方からしてもブルーマウンテンの人なら知らないはずがないんです。ブルーマウンテンにはもうドライバーがいないことを。嘘だ。ブルーマウンテンにアイギス支部はあるんでしょ？箱舟もあるんでしょ？ブルーマウンテン人もいるんでしょ？ええ、それが。必要条件は揃ってるのに、なんでドライバーがいないの？多分ブルーマウンテンには原罪が出ないからです。原罪が出ない？どういうこと？何年前からかは覚えていませんが、ここには原罪がほとんど出なくなったんです。おそらく経費削減のためブルーマウンテン支部はドライバーの数をだんだん減らしていって、元は100人以上いたのが2、3招待にまで減りました。で、2ヶ月前にその最後の招待も解散したんです。みんなブルーマウンテンは人口が少なすぎて現在に気づかれないんだって言います。それをいいことだと考える人もいますけど、ブルーマウンテンが見捨てられたと考える人もいます。現在に見捨てられた？ブルーマウンテン人は随分贅沢な悩みを抱えてるんだね。でもわかるよ。
現在がいなければ戦いもなくドライバーも不要。さらに言えばブルーマウンテン支部自体が不要になる。それはつまり現在だけじゃなくアイギス本部や他の支部、あるいは人類社会全体からも見捨てられたと言えなくもない。たとえ食うに困らなくてもやっぱり社会における自分の居場所が欲しい。それが社会性動物なら逃れることのできない幸せな悩みというやつだからね。なるほど。ここに来る前に情報部門からもらった資料は決して冗談なんかじゃなかったってことだね。でも資料にはこうもあったんだ。ブルーマウンテンにはもう正式なドライバーはいないけど現在に抗う力がまだ残っていると。そういえば地震？いや現在の襲撃だ。襲撃？どうして今になって？早く逃げるんだ。ここから一番近い避難所はどこ？あの子大丈夫かな。走っていた方向襲撃現場だけど。やっぱり引きこもり生活をやめようなんて夢を